100点のアートクレヨン画展。あなたのご来場お待ちしてますよ。明るい暗いの差を生かしてですね、テントの白さを際立たせてあげるというわけですね。これでイエローとかオレンジですので、できればその反対色ですね。はい、こんにちは。柴崎ですよ。ねえ、お元気ですか？元気。よかったね。柴崎もおかげさまでね、今日も元気に絵描いてます。さて、今回はね、柴崎が独断で見てお直しする添削のコーナーです。ね、柴崎が主催するオンラインサロン、シバーツのメンバーの方の作品からね、これかなと思うのをちょっと選びましてね、今から添削しますよ。おかげさまでこの添削はね、皆さんに関心を持っていただいていてですね、柴崎はどうやるんだろうっていうね、興味津々で見ていただいて本当に柴崎もやりがいがあります。さて、今日はどんな絵で柴崎はどう見ていくのかね、ゆっくりご覧ください。書き終わった後ね、ちょっと催し物とかね、講座のお知らせもありますので、最後までね、お付き合いくださいね。さあ、それでは行ってみましょう。はい、ね。それでは早速見てみましょうね。どんな絵があるかな？いっぱいあるけど、これなんかいいかな？秋の絵ですね。桜かおるさんですね、作品。タイトルが秋イチョウとなってます。資料は昨年撮影したもので、ある大学の校内のイチョウが綺麗なので、見に行きました。そうだよね。もう秋と言ったらイチョウですよね。ちょうど学園祭が行われており、賑わっていました。その風景を描きました。ですね。イチョウに学園祭。秋を感じます。なるほど。辛くしてみてくださいという話ですね。はい。では早速、どんな場所なのかな？なるほど。ねえ。すごいですね。本当に一番イチョウの綺麗な時、いい時、学園祭開いていたんだね。また若い学生さんが楽しそうですね。お店みたいなのがずらっと出ていてね。なんか柴崎も若い頃思い出すな。だから明るい日差し、そして、明るいテント、そして、あと、何よりもこのイチョウのね、色の美しさですよね。あと、ここに楽しそうな人々がね、若い人が歩いてます。もうこれが要素として、もちろん、後ろに、大学の建物があるんだけども、これがうまく噛み合ってる。今とてもいい、これ資料写真だと思うんですよね。だからここのいいところをできるだけ取り上げてですね、絵にしていったらいいですよね。じゃあちょっと見てみましょうね。よいしょ。こうなったか。でもこの水彩でね、今言った明るいテントとか、それから、イチョウのね、紅葉した感じとか、うまく掴んでるんですよ。ただね、ちょっとね、柴崎が少し残念に思うのは、絵がね、少し寂しい感じするんだよね。で、それはどうしてかってね、言うとですね、今この絵はね、目の高さがこの辺にあるんですけども、以前ちょっと話したこともあるかわかんないんだけどね、この道、ここのね、道はね、水平だと思うんですよ。この風景見ると。水平なところに、今人がたくさんいますよね。こうやって。で、この水平なところにね、人がいると、実はね、頭の高さはね、みんな同じになっちゃうんですよ、本当は。でも今、これで見ると、頭の高さ、全然同じになってないですよね。高さが違うでしょ？だから余計に人がバラバラってなった感じするんだよね。それが若干空間が多すぎて寂しい感じにつながってるんだと思います。なので、この目の高さのところにですね、遠くの人も近くの人もですね、みんな頭の高さをね、一緒にするようにですね、してあげると、もっと
充実してね、賑やかさっていうのが出ると思います。そういう人物の配置、それからもちろんちょっと、この紅葉がね、もう今一歩もちょっと綺麗に見えるように、ね。そのためには実はこの後ろの建物のね、ここの色とかですね、暗さにも、ちょっと直す方法はあるんですけどね。そこら辺やってみたいと思います。はい。それでは、ね、どうなるか見てくださいね。さあ、それじゃあやってみましょうね。まず、どのくらい描こうかな。ちょっと枠作りますね。よいしょ。このくらいで。少し大きめに描こうかな。このくらいで。こんなもんでいいかな。はい。さあ、それでですね、最初にちょっと言いましたけども、人物がね、いるんですけども、だんだん手前の方にした人がね、なんていうのか、頭が下の方にね、なっちゃってるので、この資料をね、写真として撮ったときは、多分ご本人も立ち上がって撮ってたと思うんですね。でそういう場合はね、ご自分の目の高さですね。この場合は多分、低めのとこかな。ちょっと決めましょうね。目の高さ。ここですね。本当はここに目があるんでしょうけど、アイレベルです。で、そこにですね、もう、遠くの人も、それから近くの人もね、みんな、大体同じところに頭があるんですよ。ここは一つ大切ですね。それから、人間よりもね、もっと大きいものはですね、それは実はこの目の高さに向かって、こうやって、こういうふうにですね、遠くから近くになる人だって高くなってくるという場合なんですね。自分と同じ背の高さのものは、どんな遠くても近くても上の部分は同じなんですよ。ここがね、なんか自然のね、その構成がね、ちょっとピンと、来にくいところなんですけどもね、書いてみますね。ですので木は自分よりも大きいもんですよね。大きいもんですから自分の目の高さに向かって、特にこの場合はなんか、こんな感じかな。こんな感じ、こんな感じに。で、近くの木、中間の木、遠くの木とかですね。そのように立ってるわけですよね、こうやってね。こうなってるわけです。で、ここに中心となる、大学のね、建物ですか。こうなって、こんなシルエットかな、なんかこんなんなって。これも、実は線遠近法って考えていくといろいろちょっと考えがあるんですけども、今日はそれが主な話じゃないので、大体こうなってるよということですよね。で、木はだからこうなってます。はい。で、木の足元は、だんだん手前に来るんですけど、こうなってるんですよね。こうなってるわけです。ちょっと見えにくい、ここは植え込みになって見えにくいけど、こういうだから木はこういう関係になってるわけです。人物はもう繰り返すようですけど、頭の高さは同じ。だから、例えばこれに人がいたとしても、頭の高さで体があって足がある。から、もう少し手前に来て、どこかここかな。手前に来たら、でも頭の高さは一緒なんだけども、足は下の方にあるので、結果的に体はもうちょっと細いかな。体はですね、体は、大きくなるというわけなんですよね。足元が違うだけなんですよ。頭の高さは一緒。ね、でも自分も大きいものは、例えば木ですね。木の頭の高さは手前のほど上にあって、だんだん下がってくるということなんだよね。ここがね、分かってもらえるとね、本当に、こういう部分ってね、書きやすいんですよね。で、ここにテントが張ってありますよね。テントは自分よりも背が高いものだから、木と同じ考えですよね。例えば、このくらいかな？こういう関係になっていて、で、手前のテントがここら辺でこう来て、こんな形かな？
ちょうど目の高さあたりにこう来てるのか。こう来て、こう来て、多分こんな形だね。で、こう来て、こう来て、こんな形。で、こうなってるんだ。こんなテントの形。遠くの方になると、この延長線上で、なんかこんな風に見えるよね。こう見えて、こんな形かな。こんな形。で、さらに遠くは、だんだんこう下がっていって、こう重なるようになって、こんな風になってるわけだよね。こんな風に。こっちのテントも同じです。はい。で、これと同じような高さにで、こうなっていってんだよね。で、それが、もう簡単に書いちゃうけど、結果的に、こんな形だったり、重なって、こんな形だったり、こんな形だったり、こんな形だったりしてるわけよね。で、あとなんかいろいろごちゃごちゃとあるということなんだね。この辺ね、ガチャガチャ。で、足元は、こう人間の足元もこういう関係になってますよね。と同じテントもこうなってるわけです。だからこう来て、これはこう来て、こっちがこう来ててこういうわけだね。これはね、線遠近法といって、やっぱりこう絵を描く上では、なんか本当にそういうふうに感じ見えるっていうふうに、描くためにやっぱ最低必要な条件なんだよね、ここね。だからちょっとお勉強しとくといいよね。だからだから遠くの位置は頭の高さみんな一緒でごちゃごちゃとこういると。で、だんだんこうなって、こうなって、こうなってくるということなんだね。で、さらに手前の人は頭の高さが一緒なんだけども、足元が長くて、あだこうだというわけですね。人がたくさんいるようですけども、こう座っている人とか立っている人とかですね。だんだんそういうことがこう書けるようになると、余計ですね、臨場感になるっていうかですね、いかにも本物っぽいような感じにこうなってきます。でもあと人物は、ちょっとバラバラと置いたり、グループで置いたりね、そういう置き方が必要ですね。頭の高さはみんな一緒です。もう分かったよね。頭の高さ一緒で、あまりここで難しいポーズをつけるっていうのも、そういう学園祭の、賑やかな雰囲気、なんかそれがこう出ればいいような感じするよね。で、木はだいたいこういう雰囲気だから、この中で、ちょっと上に飛び出たり、少し短くなったりしながら、ギザギザとこうあるわけだよね。こんな感じかな。こうだよね。こう来てギザ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 となったり、こうなったり、こうなったり、こうなってる。こういうわけだ。いいでしょうかね。なかなかね、この線域ってね、大事なんですけども、意外とこう掴みきれてない人が多いのでですね。正直、ちょっと簡単に説明したんですけども、これがね、それがそうかいってね、ポンと分かって、こう、すぐに応用できるかというと、大変でしょうけども、そういうことだっていうことですけど、頭に片隅にこう、留めておいてくれるといいですね。それではちょっと塗ってみましょうね。で、水彩は明るい色からですので、明るい色っていうと、例えばこうテントとか道とかですね。からここに明るい人物とか、ね、あれはこのイチョウの木ですよね。そういうことです。だから、これですね。明るい。紙の白そのまんまでもいいんですけどね。でも光が当たって、ちょっとこう、なんていうかね、暖かいかな、みたいな感じだったら、少しこう、ザクザクっと、ちょっとこう、当たる幸いですね。こう、色を入れると。
それから、これ見ると光がこう来てるようですから、そうすると、こちら側が日陰なんだよね。ちょっとこんな色をどこどここう入れておくとかですね。そうでしょうか。そうですね。あと何したいかな。これでいいよね。はい。そうしましたら、じゃあ、どっちが先やろうかな。じゃあ、空やりましょうか。空ですね。空はとてもよくできていて、ね、このお写真見てもなんか明るい雲がわーっと漂ってるって感じだから、これに使ったような色を、まず、これはこっちにはみ出てもいいんだよね。こう塗って、で、明るめのブルーを、こうやって、にじませて、残ったところが青空と雲という雰囲気だよね。トン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 、こうかな。で、水彩ですからね、だんだん絵の具が広がっていきますので、それを楽しんで見てるということですよね。それで、あとやることないね。そしたら今度は、この紅葉ですよね。イチョウの木。これが明るいわけですから、これを描きます。それで、描いてくれた絵、とてもうまくいってるんですけども、少し色を頑張りすぎてですね、イチョウの木のね、パーッと明るいとかね、光が当たって輝いてるとかですね、そういう感じがちょっとないんですよね。だから、あんまりたくさんの色使うんじゃなくて、まずイエローですね。もうそのまんま純色で使う感じです。ね。はい。ここ大事ですよね。水彩ね、もういろいろ色混ぜちゃうと、どんどん鮮やかさが落っこっていっちゃうからですね。まず純色で。純色で塗りながら、これだとテントにオーバーラップする部分とかですね。なんかそういうとこ悪くはないから。そういうとこあったらテントの明るさを残しながらですね。お写真だとちょっとテントとね、イチョウがバラバラになってるんですけども、少し重ねてあげると一体感出ていいかと思います。この鮮やかな色ですね。遠くの方は、例えばイエロー、レモンとかでね、ちょっと見てもわかんないかな。そのくらい少し色を変えてもいいんですけども、いずれにしてもとても、明るくてですね、鮮やかな色ということですね。だから手前はイエローディープ。じゃあ少しバーミリオン足しましょう。ね。こうやって、イエローディープとバーミリオンちょっと足したような色ですね。このくらいかな。こうやってと、こうやって。太陽上から来てますので、それを意識して、ちょっと木が立体的になるようですね。描いていきます。このくらい。そんな色で、こっちも。本当に大きくですね、画面からはみ出すように塗ると。こういうわけです。これは本当に、思い切って描いた方がいいですよね。こちらも同じですね。はい。映ってるかな？映ってるね。全く同じことで、たっぷり絵の具で、わーっと塗っていきます。それで、テントの一部を残すようにして、これ着るテントはあるんだけど、みんな白いテントでもいいよね。こうやってこうですね。例えば、バーミリオンを少し出したりして、ごめんなさい、こっちだ。ですね。わーって広がっていて、ほら、テントのここのとこまでで絵の具止まりますからね。こうやると、テントのこの白い形がはっきり見えてきますよね。これ明度差って言うんですね。明るい暗いの差を生かしてですね。で、テントの白さを際立たせてあげるというわけですね。これウェットインウェットの効果です。上の方に来ると、空が明るいので、葉っぱが相対的に暗く見えますよね。
ですから、他の色ですね。映ってるかな？これ大丈夫ね。ちょっと他の色なんかも入れたりして、こんな感じとかですね。こうとか、こうとか。それから、ここに来て、ちょっと緑っぽい色とかですね。はい。色はぐっと深くなりますので、そんな色こう足してみてもいいですよね。ここら辺が余計鮮やかに、結果的に見えてくるかと思いますし、で、テントのこの白い感じも一層浮き立ってくると思います。こうかな。なんだね。あんまりオーバーくならない方がいいと思うんですけども、はい。溜まったところは、ちょっと取っておくと。こういうわけですね。で、今鮮やかな紅葉が描けたわけです。ここ大事ですね。それで、ここですね。はい。ここも、基本的に同じですね。こんな色がいいかな。ちょっとこんな色ですね。こう塗って、で、これはもうこのままたっぷりこう塗って、グラデーションですね。こうして、水を多めにして、こうすると、もうこれで日向で手前奥とこういう感じに見えてきます。絵画ですから、少しね、ちょっと違う色をどこどこ入れてあげて、ちょっとお化粧してもいいかと思います。ね。で、基本的にはこれ大きなものは描けたわけですよね。まずここまでの設定が大事かな。それで、じゃあ、今度は遠くのね、この大学の建物ですね。で、ここで考えるのは、この資料を見てもそうですけども、暗いわけですよね。だから、ここにうんと暗く描いて、暗い明るいの対比をここで強めてですね、このイチョウの木を余計印象強く見せるということと同時に、これがイエローとかオレンジですので、できればその反対色ですね。紫系統。でも逆光だからですね、少しグレー、色作りましょうね。理屈言ってるよ。紫っぽいような色を作ってきて、映ってるかな？でもちょっと黒なんかを混ぜてですね、少し色を渋くしてですね、なんか奥の方に押し込まなきゃいけないからですね。それで、そんな色でですね、もうここの、学校のですね、形を、あんまり正確にいかなくていいかと思うんですよね。どうしても細かくなってしまいがちなんですけども、で、こうしてしながら、ここの紅葉の形を描くというわけですね。はい。それが一番大事なところですね。紅葉を描いてきて、こうかな？はい。ざっと描いちゃいましょうか。こうやって、じゃこの辺までですね。ここに人がいるわけですからね。こうやって描いてきます。こっちにもう大学の別棟がこっちあるんだね。じゃあこうして、こう書けば、つなげちゃおうかな。別棟だね。はい。これで、あとは、そうか。これテントなのね。テントの形をちょっとだけ残して、すると。もちろん、ちょっと楽しい感じとかね。そういう感じだったら他の色なんかも、これちょっと入れてみたりしてですね。
まあ、色そのものに、まあ、ウェットで、こう変化つけてあげたりね。それから、ブルー、映ってるかな？ブルーっぽい色で、こういう、まあ、あんまりやんない方がいいんですけど、ちょっとこうやってみるんですね。こうやってこんなのでの。なんか、こう、まあ、ちょっと構造があるような雰囲気ですね。このくらいで書いておくというわけです。それでいいかな？良さそうですね。そうしましたら、まあ、いろいろ気になるところあると思うんですけど、こっちに植え込みがあるんだね。植え込みが見えるのか。いや、ここのテントの裏を通してこっちとこっちに緑が見えるんですね。緑の松の木みたいなものがあるのかな。なんか、でもまあ秋の雰囲気ですから、このくらいの色かな。それで、ここに、まあいいか、大体ですね。まあ、チャカチャカっと見えると。で、こんなになってたり、こんなになってたりですね。よいしょ。こうやって、ここなんかはもっと青がいいね。青っぽい色ですね。こうなって、こんな具合かな。こっかな。それで、そんなのが、こっちも、こんなとこにも、こんなとこにも、あ、ここ違うのか。まあいいですね。何か、とにかく、白のテントのこの形がですね、この形が明るさとしてこうやってですね、ちょっと絵が細かいんですけど、よいしょ。ですね。全部三角形きちんとならなくてもいいんですけども、そのテントがこう、連なっていってるんだなという感じがちょっと出た方がいいですよね。こうやって。で、下の方をちょっと暗く描いたりして、こうかな。で、テントが見えたかな。あとは、こっちの奥まった木々ですね。なんか、こうなってたり、こうなってたり。ちょっとぼかしてしまってですね。これでテントが。ね、こう最終的にテントがこういう具合ですね。だ。はい。で、まあ、こう奥行きが見えてきた。こちらも同じことですね。左右色をこう変えてもいいと思うんですけども、こういうところに、こうやってして、ちょっとどこテントがこう見えるようですね。こう明暗を作っていくと、テントがこうやって見えてきます。積極的にブルーなんかもいいですね。こう、補色。それからまあ楽しさを表す赤みたいなものとかですね。
そしたら、人を描いちゃいましょうかね。まず、青、映ってるかな。ちょっとこんな風な色で、テントのですね、こうやって、なんとなく、日向日陰みたいなものをですね、よいしょ。こう、ちょっと強調しておいて、このくらい。こうちょっとこう溶けるぐらいがかっこいいんだよね。うん。こう、全部はっきり見えない方がですね、かっこよく見えるんですよね。どうしてもこう書いたときね、なんかみんなこうちゃんとこう、書かなきゃみたいに思っちゃうんですけども、そんなことないんだよね。うん。やっぱりこう一番見せるとこ、そうでないとこっていうのはですね、もうこう書きながらですね、まあ偶然を含めてですね、こう、やっぱり選択していった方がいいですね。それじゃあ、人物書きましょうか。では、お写真のっとって書いてますよね。じゃあ、例えば、ここの方。これ、頭ここにあるわけですね。だから、体がこんな感じにあって、その他、まあ、ピンクのようなお洋服の方もいる。で、こっちの方はちょっと、ピンクのようなお洋服着てる人。あ、これみんな同じようなお洋服着て、あ、これチームなんですね。はい。じゃあ、そんな方とかですね。まあ、こうですね。あといいかな。まあ、ですね。まあ、こう書いていって、そんなんでいい？まあ、これもちょっとその同じカラーのお洋服を着てる方が、こういるかもわかんない。こうだな。こうなっている。まあ、これもいいよか。こうやってですね。まあ、ね、たくさん書いたら賑やかでいいですね。ちょっとこう、こんな感じ。それで、あと、じゃあ、お顔をですね。ちょっと待ってください。お顔をこう、みんな同じ高さだったんですよね。お顔をね。はい。まあ、お顔もですね、あんまりこれが顔だっていうふうにね、書かなくていいんですよね。なんか、ついね、こだわって書きたくなっちゃいますけども、あまりそういうことをなさなくてもいいかと思います。はい。ポンと置くだけで、見た人に、なんとなくそんなの見えますかみたいなね。なんかそんなことでいいわけだし。で、その他の方は結構暗いお洋服を着てるというわけですね。暗いお洋服を着てるので、まあ少しこれなんて言いますか。ここがね、イエローですし、だから、ちょっと、ただ黒いんじゃなくて、まあ、ちょっと補色っぽいですね、色で、まあ、足もですね、あんまりこう、はっきり描かなくても、まあいいと思うんですけどね。なんかそういう感じですよ、みたいな雰囲気であれば、もう十分かと思うんですね。とにかく顔は高さみんな一緒ですね。もう、同じことばっかり言って申し訳ない。ですから、この方もですね、はい。まあ、こうやって、
こうで、こうですね。このくらい。でここにこう明るい方いますので、今度はこちらに暗い人を描いて、この人の形を浮かび上がらせるってことですね。二人ぐらいこう描いて、こんな感じとこれが浮かび上がってきますよね。で、この人が、こっちがこうちょっと、ちょっと日陰っぽくなるようにこうつけると、若干立体に見えるかな。本当に、絵ってね、明るい暗いって関係が本当大事だからですね。もう形をこう目立たしたいと思ったら明るい暗いの対比を強めるだけなんですよね。だからそういう意味ではね、本当にわかりやすいですね、絵作りっていうのは。本当にね、柴崎みたいなこんなやつが長年絵描いてるのは、わかりやすいからですよね。はい。逆に言うと、そういうところをですね、あんまり尊重しないで描いてると、一生懸命いじっててもですね、なんかそれが伝わってこないっていうふうになりがちですので、明るいくらいというふうに描いていったらいいんだろうっていうね、もうね、そうやって時々割り切ってですね、やってみてください。で、その他もですね、少しずつ。あと、ここ道が明るいので、人物はそれに比べて、暗いシルエットというふうにすれば、なんて言いますかね、秋のですね、明るい日差しが、道に差したという感じがね、伝わりやすいわけです。そういうことなんですね。同じですからね。こうやって、あとぐちゃっと処理していくと。こうですね。なんかちょっと今汚し気味に、つなげていくとね、たくさんのものが見えてくるでしょう。というわけです。こんなにかな。はい。ほんで人がなんかねいっぱいいるように見えるでしょ。はい。そうなんですよ、もう。ですね。で、ここら辺も日陰だから、なんか暗い中になんかなっていてよくわかりませんっていうわけですね。はい。よくわからないとつい一生懸命描きたくなっちゃうんですけども、わからないものはわからないという、割り切り方ですね、大事なのね。はい。こうやって、ですね、こんな具合で、こうして、書いて、で、また明るいくらいで、まとめてしまうわけです。ちょっとお待ちください。暗い色だからね、たまに緑と、なんか赤とかですね、そういう混ぜ方で色作ってもいいしね。それでまた今度こういうところですね。またこれをね、こうやって時々曖昧にしましょうね。きちんと形をね、全部説明して詰めちゃうと、逆に言うとね、どんどんね、なんか詳しく書かなきゃいけなくなってきますので、そこはちょっと避けたいところですね。それで、ここら辺はとにかく暗いパターン。これが明るいパターンとかですね。明るい暗いのパターンを作り出すということが大事なんですよね。あと、これなんかいっぱい下げてますね。いっぱい下げてるので、じゃあこれにもちょっと楽しくですね、これに使ったような色を並べてみしたりですね。やっぱり絵って調和が大切ですから、
こんな交際色のね、なんかこういう色のとこですね。こう置くと、なんかやってたんですね、みたいな感じになります。こうだよね、こうやってこう。本当に、こう、雰囲気作りってのは面白いのよね。絵描くときね。なんかそれでそういう感じがなんかね、伝わるっていうのが大事ですから。で、これもクラブですね。ちょっとこうしてみて。なんかあったんですけど、ですね。たくさんいろいろあります、みたいな感じでしょうね。はい。どうでしょうか。見えてきたかなそしたらですね、また紫の暗いような色を作ってきて、これはポルシェンブルですね。黒を混ぜたりして、それで、ここの奥にある木ですね。これ、これどこどこにこう、顔を動かしている。その他たくさんのこう木々があって、こうやってこう空間が見えてきますからね。はい。ちょっとこうして、こっちから、なんか。これは伸び伸び描いた方がいいのね。伸び伸びと。これぐらいかな。そうでしたら、よいしょ。ここに、この影を落とすんですね。はい。はい。影ですね。こんなんですね。こうやって、細かったり広かったりして、影を作っていくわけです。で、影をこう一緒にこう閉じてしまいます。こうで、こうだよね。で、こうやって、こうかもわかんない。こうかな。この影をやることで、例えばここをやるとこっちに人がいるように見えるよね。で、影もですね、こうやってまとめてしまうところ、こうですね。そうすると、こう人だからちょっとこう浮かび上がってきますのでね。はい。で、もう一回またこう重ねるして、影とかですね。こうやって、そうすると、こう明るいところですね。だからこういうとこちょっとこう入れて、こうやって影なんか作ると、これがよく明るく見えるという最後の処理ですね。これもこうやってやると、影の中に人が入ってしまいますので、あまりこう、うるさくなくてですね、絵がまとまってくるわけです。はい。あるいは、こう同じだったら、こっち、こう、長めのこう影をですね、こう、いろいろ作ってみて、こう、ぐぐってこうね、じゃあ例えばこれをこっちにこう出して、こうやってみると、こんなのなってたりね、そんなね、影の演出もできるわけです。はい。で、全体がもうできてきましたので、そうですね。こう、ちょっと重ね塗りしたりして、左右が同じにならないようにだけちょっと気を配ってあげてですね。で、こういう使った色をちょっと落とすと。どうかな。はい、ちょっと乾かしますね。はい。ちょっといらない線消すね。ちょっと待ってね。ちょっと練りゴムが見つからないので、普通の消しゴムで消しますね。はい。
していきましょう。こう白い点とかね、こう見えてきたり、はい。紅葉がね、こう鮮やかに見えてきたりしてればいいんですね。はい。よいしょ。うん。どうかしら。こんな感じ見えますか。まあ、こうつなげてしまう。明るさでこうつなげてしまうような感じですね。はい。うん。こんな感じ。ちょっとモニター見るね。こんな感じだね。はい。これでいいかな。はい。それじゃあコメントを書きましょうね。もう大変上手なんですね。まあ、ね、こう目の、これがアイレベルでしたね。レベル。アイレベルね。目の高さだったんですね。目の高さに、まあ、みんな人の頭はみんなこう同じとこあって、自分よりも背の高いものは、上から特に行くに従って下に下がっていく。もっと大きいものはもっと急激に下がると。こういうことだったんだよね。これが結構大事なところなんだよね。そういう話でした。だからこれなんかは、要するにこういう方向に下がっていくわけよね。うん。こういう方向にこう下がっていくわけです。ね。これはこのくらいの角度でこう下がっていくんだよね。でも頭の高さは下がらない一緒。ね。足の位置だけがこういう関係になってるんだ。こういう関係になってるんだという話だったよね。はい。まあそれがまあ形なんですよね。それで、まあ、いろいろ喋ったかな。これは、まあ単純化だよね。大事なのね。単純化。それと同時に、ここのですね、ここだよね。ここの、こうやって、明るい暗いですね。だから、明と暗の対比をですね、生かして、紅葉をバチンとこう見せるわけですね。形の違いも見せる。これを単純化して遠くにあるぞっていうふうに見せる。ですね。まあ、あともう一つ、まあ、書ききれないけども、じゃあこれどこかな。じゃあこれに書きましょうか。ですね。例えばこういう日陰のとこですね。これはこういう、ね、イエローとオレンジの色が余計綺麗に見えるために、青紫を多くしてるわけですね。まあ、それが補色。もういつも言ってる通り、まあ、補色を使うという効果なんだよね。そのくらいかな。うん。もうあと、とてもね、人物のポーズなんかを上手に描けてるしですね。そんなことかと思います。まあ、こういうとこなんかね、学園祭の楽しそうな色資料にありますからね、ちょっとこう色をポン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 とアクセントでこう置いていってもいいかなと。ということですね。はい。出来上がりです。はい。はい。書き上がりました。ねえ。どうだった？うん。素敵な水彩画だったよね。でも、ちょっとこう、まあ、資料写真と見比べると、まあ、目の高さによるものの見え方。まあ、それから紅葉の、まあ、色の作り方、対比の仕方とかね。まあ、いくつか、まあ、柴崎なりに、ポイントを指摘させてもらいました。どう？参考になった？
ね、楽しんでくれたらよかったです。ちょっとお知らせですね。100点のアートクレヨン画展のお知らせです。これはね、日比谷にある奥路寺という場所でね、12月のね、3日から7日までね、行われます。また、講座なんですけどね、同じくこのアートクレヨンを使った講座です。これはね、月に1回、開いてます。受講したいあなたはね、手ぶらで来てください。もう会場にあなたをお迎えするための画材を含めた準備は整っています。そして柴崎と一緒にお絵描きしましょう。あともう一つ、柴崎のことを言えばですね、来年の2月に名古屋市にあるですね、のりたけの森ギャラリーでね、展示会を行うんですよ。ぜひお越しくださいね。それぞれのお知らせはね、この動画の概要欄をご覧ください。さあ、ということで今日は添削でしたね。もう本当にだんだん寒くなってきます。ね、お互いに暖かくして過ごしましょう。そしてまたすぐにお会いしましょうね。はい、どうもありがとう。はい、次お会いするの待ってます。